こんにちは、MD ジャックです。ヘッドフォン TWS と2週にわたり有線イヤホンから離れていましたが、お待たせしました。今回は有線モデルのレビューです。愛です。今回もよろしくお願いします。愛にとっても有線モデルのレビューは久々なんですよ。今回は、なんかシンプルなデザインですね。そう、T-Hi-Fi のダイナミックドライバーモデル T1S、既存モデル T1 プラスのモディファイモデルということで、T1S の外観は T1 プラスと同じように見え、同じハウジングと同じバッグを使用して音を調整しました。ということなので、セルに T1 プラスと印刷されています。中華あるあるですね。これじゃあ、並んでたら音以外に区別つくのかな？価格は3000円台と入手しやすいですね。T1 プラスは持っていないので T1S との比較はできませんが、音質の特徴をお伝えしていきます。音出し前の印象はこんな感じです。小さい、軽い、薄い、値本いけそう。デザインがかなりシンプルなので、思わずエアブラシ塗装したくなる。ベリリウムコーティングされたダイヤフラムはどんな感じなんでしょうか。評判はバランスよく、音綺麗ということなので楽しみです。その他の音以外の情報については、音質比較動画内でお伝えします。今回の音質比較動画のテーマは、イヤピでの音質比較です。一つは、ファイナル E タイプ、もう一つはこの段階では伏せておきます。後半に理由も含めて公表しますので、まずは聞いてみてください。ではどうぞ。まずは T1S にファイナル E タイプのイヤピを装着しての波形です。このチャンネルでは必ずファイナル E で一旦波形測定している関係上、視聴もまずファイナル E を装着しています。T1S の視聴一発目は、おや？なんか上が抜けてこないな、と。確かにちょっと曇った感じですね。でしょ？で、次の比較のためにちょっと解像度を上げてみたのがこれ。表示方法を変えただけで音が変わるわけではないんだけど、多くのモデルは広域がこのくらいの出方をする傾向なので、やっぱり広域が弱いかって思った。6kHz 付近の大きな減衰がファイナル E タイプの特徴でもあるので、ここで4つのイヤピを試してみました。まずこれ、ウィーザー ET100。次がこれ、セドナイヤーフィットライト。次がこれ、タンジジム TAPB トリブル。最後にこれです。ムーンドロップスプリングティップス。イヤピの変化はかなり大きいってことが改めてわかりますね。6kHz 付近だけでなく4から 7kHz にかけて出方が大きく変化しているので、聴覚上も上の2つがなかなか良くて広域の抜けも良くなっています。というわけで、音質比較動画で伏せていたイヤピはムーンドロップスプリングティップスです。これは印象がだいぶ変わりましたね。低域の方はどうなんですか？こんなことになっている。わかりやすいように縦に拡大しているので、さほど大きな違いではないと思うけど、ここでは逆にムーンドロップスプリングティップスが一番出ていないので、個人的にはムーンドロップスプリングティップスがバランス面だけで見れば一番おすすめだけど、タンジジム TAPB トリブルもちょっと落ち着いた感じで良かったので、手持ちのイヤピで調整するとしたら T1S にはこの2つがいいかなと思ったよ。イヤピはムーンドロップスプリングティップスに交換後という前提での音質の印象です。愛も視聴済みなのでお手伝いします。低域、不必要な量感はなく、それでいてしっかりした存在感がある。ベースラインを追いかけやすく、他の帯域を邪魔していない。でも、低域だけ別レイヤーであるかのような分離感というわけでもない。波形で見ると、バランス的には少し低域が強く見えるわ。ピークが 75Hz 付近なので、あまり沈み込むような質感ではなく、結果、他の帯域とのバランスが取れていると感じた。
中低域から中域、ピンクノイズの基準ラインを割り込むのが 350Hz 付近、戻ってくるのが 1.5kHz 付近。その間の減衰は少なく、ドンシャリ傾向は弱いです。高低のレベル差がさほど大きくないことからも、ドンシャリ傾向が薄いことがわかりますね。また、普段中域の出方を判断するために、リファレンスとしている曲でも、いい印象で、不必要に削られることなく、曲のイメージが壊れることもなかったので、こういうチューニングには、好感が持てます。中高域から高域のピークは 2.5、4.5、7kHz あたりになるが、どれも極端なものではない。その代わり、極端な減衰もないため、大きな特徴を持たせず、平均的に効かせる高域になっているように感じた。6kHz 付近の大きな減衰も、イヤピ交換後、ムーンドロップスプリングティップスでは最小限に抑えられ、こもるような質感は解消された。ただし、突き抜けるような感じではなく、すごく上品な質感に思えた。チューニングの傾向としては、最近のトレンドに感じている2から 4kg 付近を抑える感じではないので、こういう感じが好きな人はスルーするか、自分の耳や脳の適応範囲を広げる挑戦のために入手するか、といったところでしょう。私は T1S に関しては、イヤピ調整だけで EQ 補正をせずに聴けるので、基本的に自分の好みに合ってる、と理解しています。サウンドステージは奥へではなく横へ広がる印象でかなり気持ちいいです。愛はサウンドステージが広く感じるということはバランスがいいことの裏付けというように思っています。本体が軽いこともあってセミオープンを効いている雰囲気でした。本体のベントホールが機能しているからかも。余談ですがこの穴に針を通してみると本体内に入ったのでフェイクではなく本当に穴が開いていることが分かりました。音が中心に集まらないのと広域がきつくないので聞き疲れしない効果もあります。分離もバランスの良さが重要な要素でダイナミックドライバーらしい適度な分離感です。音楽は分離しすぎても気持ち悪いですし団子状態ではガチャガチャになってしまいますが T1S はどちらの心配も全く不要なものだと思いました。シンプルなデザインからは想像しがたいバランスのいい特性、価格面から見ても手軽に入手できる、イヤピの調整でさらに追い込める、ベリリウムコーティングのダイヤフラムの応答性の良さ、派手さがなく品の良さを感じるチューニング、こんなことを感じたモデルでした。さすがティンハイファイじゃんという感じですかね。一聴してわかるほど大きな特徴はないと思うので、なんだ普通じゃんっていう感想も聞こえてきそうですが、それは聞き込みが足りないんじゃないのって言っちゃうかも。 T1 プラスを持っていなければ T1S はあってもいいんじゃないでしょうか。愛も欲しいけどもうちょっと考えます。新生活で色々お金かかってるので。そっか、そうだよね。愛ちゃん頑張れー。じゃあこれは入学祝いの一部ということであげるね。やったー、ありがとうございます。ということで、ティンハイファイ T1S のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。